今回はアンリアルエンジンの照明を外部からコントロールしてみようというお話になります。アンリアルエンジンではですね、高品質なレンダリングエンジンを持ってますので、リアルなライティングをですね、ライブで操作することができます。で、そういうのがあってですね、スタジオとか、舞台照明のシミュレーションに使ったりですね、あとは最近では VTuber のバーチャルライブステージですか。ああいった照明にも使われたりしています。で、またですね、アンリアルエンジンから外部のリアルな照明のコントロールもできますので、VR だけではなくてですね、外部と内部と組み合わせた XR の、ライティングの表現もこなしてくれます。で、照明のコントロールにはですね、外部のハードウェアとかソフトウェアが、使用できるんですが、今回はですね、リアルなフェーダーを持つ照明のコントローラーを使ってですね、バーチャルスタジオの照明を操作していきたいと思います。まずはですね、ライティングの、デモなんですけども、これ自体ですね、これ自体が、バーチャルスタジオのセットになってまして、で、すでに、コントロールできる照明がもう映ってあります。で、ちょっとお見せしましょう。こんな感じですかね。まずは、ここにフロントから照らすライトが、正面と左、右にあります。で、奥の方にですね、ライトが3つありまして、これも後ろから、人物を照らすような配置になっております。で、これがメインの照明になります。で、実際のスタジオではもうこんな台数ではなくて、もっとこれ倍以上ぐらい、釣ります。ちょっと私がサボってしまったんで、この台数になっていますけども、十分デモとしては、使える、配置と、数になっています。で、あと後ろにですね、後でちょっと使用しますが、ちょっとエフェクト用のライトが、後ろに並んでいて、で、あとは床にもですね、このように、エフェクト用のライトが、あります。かぼちゃは関係ありません。ではちょっとですね、ライティングを変更してみます。で、これが、一応標準の、ライティングということにしています。で、ここから別のものに、シーンを変えてみると、このようにですね、ちょっとシリアスな感じをする、照明になります。ちょっとふざけたことを言っても、皆さん聞いてくれるのかもしれません。で、もう一つが、もうよりシリアスというか、何か告発をするような、そういうシーンでの、イメージの照明になると思います。で、次はですね、後ろからということで、もうこんな感じですね。ちょっとホラー気味の、照明になりますが、結構ですね、標準のライトを、変えるだけでですね、結構イメージが変わるかと思います。で、次はですね、ちょっと標準に戻して、これ振りかな。で、ちょっとエフェクトの、ライトを組み合わせてみます。こんな感じになります。何か窓から差し込んだ夕日が照らされているという、そんな感じですかね。夕飯何にしようかみたいなシチュエーションでしょうかね。で、このライト、今、人物には当たってますけども、これをちょっと後ろにずらして、ちょっとだけ色を変えれば、で、点滅させれば、パトカーがやってきて、警官が入ってきて、すいません、私がやりましたみたいな、2時間ドラマのエンディングみたいな、イメージになるかなと思います。で、日本だとちょっと赤なんですけれども、アメリカのパトカーだともうちょっと点滅が入るんですかね。ちょっと調整を
してみます。この辺ですかね。で、あれ、確か赤と青があるんですよね。ちょっと合わせて。パッ、パッ、パッ。みたいな、照明をですね、まあそんなにライトあるわけじゃないんですけども、まあイメージがだいぶ変わるかなと思います。で、ちょっともっと、元に戻しまして、ではですね、ここからは、どうやってアンリアルエンジンの照明をコントロールしていくかっていう説明をですね、いつものようにスライドで説明していきたいと思います。まずはですね、実際の照明のコントロールってどうやってるのっていうお話なんですが、スライドにある通りですね、3つですかね、超光沢っていうのがありまして、これがフェーダーとかボタンで、照明をコントロール、制御する側ですね。で、この信号を送って、で、真ん中の超光板っていうのを制御するんですけども、この超光板はライトにつながった、電気ですね。電気とか電圧をですね、コントロールすることによって調光するという役目を持っています。で、もう単純に昔の照明っていうと、もう明るさだけを調整するっていった感じで、例えばライトの、色を変えたいっていう場合にはですね、もうライトに直にフィルターをつけてですね、カラーフィルターをつけて、変えるっていったことしてました。今もしてるんですけども、で、最近になるとですね、単純に明るさを変えるだけではなくてですね、もう色を変える機能っていうのを、照明自身が持っていたりとかですね。で、あとはもう、首振りですね。もう、従来は、照明の向きを変えるって言ったら、実際に照明の向きを、機器使って変えてたんですけども、最近はリモートでコントロールできるようになってますし、あとはですね、スモークマシンとか、レーザーとか、照明器具なのかみたいなものまで、照明機材として扱うようになっています。で、従来はですね、そういった仕様の違うライトを使おうとすると、それぞれのコントローラーっていうのが必要でして、でそうなってしまうと結構操作が煩雑になってしまうんで、それじゃまずいということで、一括してコントロールする方法はないかということでできたのが、DMX という、プロトコルですね。命令の送り方が、出るようになりました。もう今から、もう何十年前、30年ぐらい前ですかね。で、これがあることによって、DMX コントローラーというものから、一括していろんな種類のライトを制御するっていうことが、可能になりました。で、次はですね、DMX の、簡単な説明なんですが、基本的に DMX512 とか DMX512-A みたいな言い方をします。で、中身はどういうものかっていうとですね、EIA485、RS485 という言い方もしますけども、このシリアルの、通信の規格ですね。これを使って、ライトに、制御信号を送るというようなものになります。で、インターフェースとしては、キャノンの5ピンか、もしくは3ピンを使います。で、本来はですね、規格上は、5ピンを使うのは筋なんですけども、5ピンのうち2ピンはあんまり使わないっていうことがあって、照明によっては3ピンしかないものもあります。で、それでも、大体大丈夫なんですけども、5ピンを使わなきゃいけない機材があれば、すべて5ピンの機材で統一する必要があります。で、ケーブルが、最大で400メートル伝送が可能です。で、コントローラーですね、制御する側から、各灯体、灯体というのはライトのことですけども、これ専門用語で灯体という言い方をします。あとは英語でフィクスチャーっていう言い方をするんですけども、
トータイムフィクスチャーもよく使われる言葉ですので、ぜひ覚えておいてください。で、器具へは、器具っていうか、照明ライトへはですね、それぞれ10つなぎで、どんどんつなげていくことになります。もうライトにはDMX インっていう端子とアウトっていう端子がありまして、まずコントローラーからイン側に挿して、さらにその先つなぎたいときは、DMX アウトからもう一つ先の、ライトの DMX のインに挿すというような感じでどんどんつないでいきます。で、その1ラインごとに一応32灯体が接続可能になっています。で、ただこれはですね、あくまで目安と思っといてください。使うライトと、長さによっては32まで届かない場合もあります。で、この DMX の1出力、1ラインごとにですね、512チャンネルの制御が可能になります。で、この512チャンネルをひとまとめとして、1ユニバースっていう単位がありまして、512チャンネル以上を制御したい場合は、このユニバースを増やしていくということで、チャンネルを増やすという方法をとっていきます。で、次は DMX のチャンネルっていうお話なんですが、フィクスチャー、灯体ごとにですね、実は、使用するチャンネル数が違うんですね。これ仕様によるんですけども、例えば、この図のですね、一番左側にあるですね、ディマーってありますけども、明るさだけを調整したいのであれば、使うチャンネル数は1チャンネルで済みます。で、次のライトがその明るさ以外に色も変えられる RGB で変えられるっていう場合には、使うチャンネルは4チャンネル使うということになります。で、一番右側はムービングヘッドってありますけども、これはパンチるともうライト自体が首振り機能があったりとか、あとはライトの光るタイミングを変えられたりとか、高性能なやつですね。で、こういうものになると、13チャンネルっていうですね、結構なチャンネル数を使うライトになります。で、これをですね、どうやってコントロールするかっていうのはですね、DMX のアドレス指定っていうのがちょっと必要になるんですね。で、1ライン512チャンネルあるって説明しましたが、例えば、1チャンネル目に、明るさだけの調整をする1チャンネルしか使わないものを、つなぐ場合には、1に置きますみたいな感じなんですけども、ここのですね、1番という番号をですね、超光沢 DMX コントローラー側ではなくてですね、ライト側に設定するんですね。なので、初めの、1チャンネルしか使わないライトであれば、ライトの後ろ側にある、ディップスイッチとかいろんなのがあるんです。ロータリーとかあるんですが、それを1に設定。で、次4チャンネルのものをつなぎたい場合には、もう1は使ってしまったので、次やってる2から4チャンネル分使うっていうことで、ライトには2を設定します。もう使うアドレスの一番初めですね、スターティングアドレスって言いますけども、これをライト側に設定することになります。で、13チャンネルっていうこと、次13チャンネルのライトをつなぐ場合には、5まで使ってますので、6っていうナンバーを、ライト側に設定して、使うようになります。で、あとはですね、一応、同じ仕様のライトをですね、同じように使いたいっていう場合にはですね、わざとこのスターティングアドレスを重複させて使う場合があります。なので、それぞれの、ここに図にある3つのライトには、1を設定して同じように動かすということになります。で、どうしてこういうことをやってるかっていうと、実は DMX コントローラー側からはですね、どんなライトがつないであるかっていうのを判別する術が実はないんですね。で、DMX コントローラーはもう単純にチャンネル数が512あったとして、1チャンネルにフェーダーを動かして、1チャンネルにそれぞれのチャンネルに対して、
どんな数値になってるかっていうのを、単純に送ってるだけです。で、そうなってしまうと、ライト側はどのチャンネルが自分に有効なのっていうのがわからないので、ライト側でそのスターティングアドレスっていうのを設定する必要があります。ということで、DMX の簡単な説明をしましたけども、実際それを使って Unreal Engine の照明をコントロールするんですが、まずは機材がないと始まりませんので、一応機材を買ってみました。まずは DMX コントローラーで、正直言うとですね、DMX コントローラー値段的にはもうピンキリありまして、もう高いのはですね、高級会社が買います。で、ちょっと安めって言っても大体数万から十数万するのが普通ですね。で、今回選んだのはですね、その中でも激安の部類に入ります。で、コントローラーは、いろんなタイプがあるんですけども、超高キー向きとか、超高向きとか、あとはライト、エフェクト用のライト向きとか、それぞれによってそのインターフェースですね、ちょっと違うんですけども、今回は、超高向きというのと、あとは机の上でちょっと使うので、あんまりでかいのはいらないということで、小さめのやつを選んでみました。で、選んだのが Amazon で買ったやつですけれども、これが7000円ぐらいですかね。正直 Amazon 見ると、同じようなやつがですね、いろんなところから、いろんな値段で売ってるんですけども、よくありがちですよね。正規の OEM 品なのか、ブランコピー品なのかちょっとよくわからないんですけども、そういったものの中で、一応、7000円のやつをちょっと今回は選んでみました。で、もう一つがですね、DMX の系と、PC をつなげないといけませんので、この DMX USB 変換ケーブルっていうものを、ちょっと買ってみました。で、ちょっと DMX コントローラーの実物を、ちょっとお見せします。これがそれになります。そこそこ大きいというか、これちょっとラックマウントができるやつらしいので、だいたい40センチ台後半ですね。50センチ弱ぐらいの大きさがあります。で、よいしょ、見えるかな。ちょっと光が。で、これ電源スイッチと、これが 9V の電源ですね。AC アダプター。で、これがDMX のアウトの端子になります。これ3ピンですね。で、極性スイッチっていう、ちょっと中の信号の向きを変えるっていうのがあるんですけども、で、DMX に今ちょっと何も刺さってないのに何度コントロールできるのかっていうことですが、ちょっとこれは後で説明いたします。ということで、DMX コントローラーと Unreal Engine をどうつなぐかってことなんですが、まずプラン A ということで、DMX コントローラーがあって、DMX USB ケーブルがあって、そのまま PC につなげばいいんじゃないかって最初はちょっと思ってたんですけども、実はですね、そのまんま Unreal Engine につなげられないんですね。Unreal Engine のオンラインマニュアルよく見てみると、こういう表記があって、今回のバージョンでは USB インターフェースのサポートが実装されていませんってちょっと書かれてまして、よく読んでから買えばよかったなって思うんですけども、しょうがないですね。で、調べてみると、現状ではですね、Unreal Engine で DMX を使うにはですね、そのネットワーク版でアートネットっていうのとですね、SACN っていうプロトコルがありまして、これを使う必要があるんですね。で、じゃあどうすれば、すいません。その前に、簡単な説明ですね。アートネットと SACN の簡単な比較表です。どっちもそんなには大して変わんないんですけども、アートネットの方が、結構20年前ぐらいからあるものですね。
SACN は結構後発っていうか、管理団体が違うんですけども、一応国際規格にはなってます。で、どちらも、ネットワークで UDP を使いますね。普通は通信って TCP 使うんですけども、映像もそうなんですが、ライブで使う信号、ネットワークの信号っていうのはですね、ちょっと TCP だとちょっと都合が悪いんですね。例えば通信でパケ落ちが起きた時にはですね、TCP の場合だと、もう一回、データ拾いに行くんですけども、それをやってしまうと、どうしても遅延が発生してしまいます。で、例えば、音楽に合わせて照明を、動かすとか、そういったシーケンサーを動かす場合には、ちょっと TCP でやってしまうと、どんどん遅延が発生して、どんどんずれてきてしまいますので、そういったアプリケーションには、だいたい UDP を、使います。で、次が、MAX ユニバース、最大ですね。最大使えるユニバース。さっき言いましたけども、512チャンネルが1ユニバース。で、かけるもうアートネットがもう32,000とか、SACN がもう6万超えっていうことで、そんなに使うのかと思うのかもしれないんですけども、実際大掛かりな、照明システムになると、もう本当に数千とか数万というのは結構あります。で、機材によってはですね、機材によってというか、大体どっちの規格も使えることが多いんですけども、アートネットの方が、ちょっと前からあるタイプなので、機材によってはアートネットしか対応してないっていう場合があります。で、アンリアルエンジンはですね、どちらも使えるようになります。ということで、プラン B ということで、DMX コントローラーから直接いけないので、DMX アートネットが SACN への変換器が、必要になります。これらの変換器なんですけども、ちゃんとしたっていうのは変ですが、有名メーカーのものを買おうとすると、安くても、数万から十数万はしますね。本当に隣にある PC につなぎたいだけなのに、結構痛い出費かなと思いますよね。なので、ちょっと別な方法を、考えてみました。DMX のコンバーターの代わり、何ですか、アートネットと、SACN のへの変換のコンバーターの代わりとなるものとして、QLC プラスという、ソフトウェアを今回使ってみました。で、本来はですね、DMX のコントロールのソフトウェアなんですけども、その中にですね、プロトコルの変換機能というのがありまして、ここにスライドにありますけれども、入力側を、先ほど書きました、DMX USB にして、で、出力を、アートネットに変えて送ると、いう機能がありますので、この機能だけを使う、変換ノードをしてだけ使うということをしてみました。で、プラン C ということで、DMX を、一旦 QLC プラスで受け取って、アートネットに変換。で、それをアンリアルエンジンに送るわけですけども、一つの PC の中にもう二つ、ソフトを動かしてしまうっていう方法を一応最初は考えてみました。で、Windows に、アンリアルエンジンがインストールされている PC に、QLC をインストールして、そこで一旦受け取って、変換して、で、ネットワークを自分自身に設定っていうのができますので、それをアンリアルエンジンに送るというようなことを考えてみたんですけども、実はですね、この DMX USB ケーブルで、その変換のチップっていうのが中にあるんですけども、これが FDTI っていうメーカーのもので、結構シリアルの変換チップじゃ、もう結構有名なもので、どこにも使われてるんですけども、実はちょっとドライバーの関係上ですね、ちょっとうまく送れないっていうことが判明しました。これ Windows だけらしいんですけども、なのでこの方法は使えないということになります。ということで、QLC プラスは Mac 版もありますので、
一回 Mac で受け取って、そこで変換して、Unreal Engine PC に送ればいいじゃんっていうことで、まあやってみたんですけども、まあ実際これはうまくいきました。なんですけども、信号変換のためだけにですね、ちょっと Mac 一台使うのはちょっと忍びないんですよね。で、ちょっともったいないっていうことで、もうプラン E まで来ましたけども、QLC プラスは Windows、Mac、Linux 版まであります。で、Linux が使えるっていうことは実はですね、ラズパイ、ラズベリーパイっていうシングルボードコンピューター、ちっちゃいコンピューターがあるんですけども、それが使えます。で、正直ラズベリーパイでですね、GUI ゴリゴリ、エフェクトで使うっていうことはしないんですけども、まあ変換だけならですね、たまたまちょっと私が持ってました、ラズベリーパイ 0W っていうですね、Wi-Fi 付きのほんとちっちゃい、コンピューターがあったので、まあ、今回ちょっとそれを使ってみました。で、そうですね。その前に、じゃあ実際、それを、ハードウェアをお見せいたします。カメラ切りますね。で、そのコンピューターどこに入れたかっていうとですね、実は、このコントローラーの中に、仕込んであります。これ結構中身が、スカスカだったんで、この中入るだろうということで、中に全部入れてしまいました。見えますか？ちょっと危ない。危ない。これがラズベリーパイですね。ここに QLC プラスがインストールされています。で、その前にここがですね、先ほどちょっとお見せした DMX の信号なんですけども、で、ここで線をちょっともらってきて、で、ここが DMX の USB の変換ケーブルになります。で、これがラズパイにつながっているということですね。で、あとちなみにですね、これ専用にちょっと電源、普通にね、穴開けて引っ張るのちょっとかっこ悪かったんで、元のコントローラーからある電源からちょっと引っ張ってきまして、ここでちょっとこれ電源回路ですけども、これ電圧変換してノイズも取って、まあこの中に入れるようにしてます。で、このラズパイ自体は、Wi-Fi がついてますんで、今回は Wi-Fi を使って Unreal Engine に転送しています。で、こんな、筐体に入れて電波届くかっていう心配があるかもしれないんですけども、意外とですね、リンククオリティですか。結構電波の状態良くてですね、全く問題なく、使えております。で、スライドに戻りまして、で、あとは、Unreal Engine での、設定になりますね。詳しいところは、Unreal Engine のオンラインマニュアルを見ていただいた方がいいかなと思うんですけども、まあ、簡単に言うと次のようなワークフローになります。まあ、DMX ライブラリというので、まあ、中で、ライトとか、まあ、どこに割り当てるとか、まあ、そういったライブラリっていうのが必要になるんですけども、まあ、それを作って、まあ、フィクスチャー、ライトを、作成します。で、その、フィクスチャーがどんな仕様かっていうのをどんどん設定していくんですけども、これはもう、先ほど説明してきたものと、まあ、同じですかね。最後にフィクスチャーパッチってありますけども、スターティングアドレスとか、そういったものを設定するような感じになってきます。で、フィクスチャーのアクターなんですけども、Unreal Engine のですね、テンプレがありまして、まあ、今回もそれ使ってるんですけども、それコピーして使うというのが一番簡単な方法かなと思います。で、あとはですね、自分でオリジナルっていうのライトを作るっていうことも、できます。で、あとはですね、何でしたっけ、GTDI ですか。ああいったメーカーが、ライトのメーカーが出してるですね、本物のライトシミュレーションするようなデータっていうのがありますの
で、それをインポートして本物そっくりに使うということも可能になります。で、こっちはプラグインのエンジンの設定ですね。プラグイン DMX の中に、入力ポートで、そうですね、プロトコルタイプっていうので、アートネットが SHN かっていうのもありますし、使うネットワークカードの、ポートですね。それを、設定するというような感じになります。で、アートネットはですね、一応規定では使う IP が2からか10で始まるアドレスが、推奨されます。で、アートネット用の機材でがっちり作ってるやつは、実はこの2から始まるアドレスか10で始まるアドレスしか使えないやつがあるんですけども、お互い受信も送信もこの辺の縛りがなくてもいいよっていうことであれば、普通のローカルネットワークでも使うことができます。このコントローラーの説明ですね。これを使って実際もうちょっと、操作していこうかと思います。で、これを覚えれば大体他のコントローラーも大体似たような感じなんですけども、これが一番ベーシックといいますか、そういったものになります。で、これはフェーダーがですね、8本ありますけども、でこれが1から8、9から16。その通り、今ここ光ってるので、1から8がこれでコントロールできます。で、ここにページセレクトっていうのがありまして、押すと下が光って9から16が、操作できるというような感じになります。で、その前にですね、ちょっと忘れたんですけど、ここにスキャナーってありまして、今1が光ってます。で、そうすると、ここで1から8、9から16が操作できます。で、こう1じゃなくて、ここ2に光らせると今度は16じゃなくて、16だって、ここ1じゃなくて17からこう来て、下が、32まで。で、こう3にすれば、構成32から33から48まで操作するような感じになります。で、ちなみにここに1と2って同時に光らせることができるんですけども、ここで1になってますから、1を動かそうとすると、実際動くのはチャンネル1と、17が同時に動くというような操作をすることができます。実際これ使う場面あるのかよくわかんないんですけども。で、これでいろんなチャンネルを使ってそうした操作をした後にですね、それをシーンとして覚え込ませることができます。で、実際ここにシーンってありますけども、ここは1から8がありまして、で、さらにですね、ここにバンクってあるんですけども、これ今1ですね。2、3、4って増えまして、最終的には30までいけるんですね。ということは、240シーンまで一応登録ができるらしいです。そこまで使ってないんですけども。で、シーンの登録としては、ここにプログラムボタンってありますけども、こう押すと、ピコピコピコって光るんですけども、で、この下に Add ボタンっていうのがありますので、これを押しながら、登録したいシーンの番号のボタンですね。押せば、これが全体ピカピカって光って登録されていると。で、最終的にもう一回プログラムボタンを押して、で、なぜかブラックアウトするんですけども、してるらしいんですけども。で、もう一回ブラックアウトここにありますので、押せば登録 OK というような感じになります。なので、ちょっとですね、引きでちょっといいですか。ここで
もうすでにさっきもお見せしましたけども、こんな感じで操作することができます。で、バンクが2にしてやると、まあこんなちょっと色付きで変えることができます。で、ここで一応ここですね、1、2、3って順番に押すと、こう動いているような感じになるんですけども、これちょっとめんどくさいので、この芯をですね、順番に光らせるっていう機能がチェイスっていう機能があるんですけども、それを使うと順番に光らせるっていうことが可能になります。で、もう登録してありますので、ちょっとやってみますけども、これチェイスして1で、これオートってやりますと、こんな感じで動いていきます。で、ここにですね、フェーダーが2つありまして、スピードとフェードタイムっていうのがあるんですけども、これを使ってですね、こっちのスピードが、次光るまでの時間ですね。なので、これやると今ですね、これもうちょっと短くすると、パパパパパーンみたいな、今これ 0.1 秒らしいんですけども、で、これを長くしていくと、次光るまでこうゆっくりこう変化していくみたいな。で、最大10分ってあるんですけど、10分で使うかって気もしますけども、まあ、こういう調整をすることができます。で、隣のフェードタイムっていうのがあるんですが、これは今パッパッパッってやってますけども、それをですね、ほわーんというような、ゆっくりこう変化させていくような、今やってますけども、こんな感じで調整することができます。そうですね、なんかムード歌謡流れてるようなバスへのスナックみたいですけども、まあこういった演出ができるようになります。で、あとはですね、ここにですね、ちょっと、こっちにしようか。もうわかりやすいように、これミュージックっていうですね、ボタンがありまして、これ何ですかね、オーディオインとかないんですけども、実はこの中に、マイクが内蔵されてまして、そんな大したマイクじゃなくて、なんていうんですかね、初代ファミコンの2コントローラーのマイク以下の単純なマイクがこの中に入ってます。で、これを使って、音をトリガーとして、ライトを変化させるっていうことができます。で、ちょっとやってみますけども、いきますよ。ここで、ちょっと短くしましょう。ここ、もっとわかりやすい。こうですね。こんな感じで変化することができます。で、まあ、本来その音のリズムですよね。まあ、はっきりとした方がいいかもしれないんですけども、それをマイクで拾って、それをトリガーにして、チェイスで次のシーンにどんどん変えていくような、というような仕組みになってます。で、他のちゃんとしたっていうのも変ですけども、DMX コントローラーによっては、オーディオインがありまして、まあ、ちゃんとした音楽そこに入れて、しかも、敷地、このレベル以上いったらトリガーかけますよ、みたいな、そういったことができる機材もあります。で、ちょっと拍手だけだとちょっと、つまらないので、ちょっと何かリズムをということで、ちょっと、ドラムの、やってみましょうかね。これちょっと難しいんですけども、音がそこそこ大きくないと反応してくれないので、ちょっとやってみますね。
みたいな感じですね。ちょっと怪しいところもありますけども、まあ実際こんな風にして使うような機能になります。ということで、今回はですね、アンリアルエンジンで DMX コントローラー、激安 DMX コントローラーを使って照明をコントロールするというお話をしてきました。本当にアイデア次第によってはですね、本当にライトちょっと違うだけで結構印象が変わると思いますので、皆さんもぜひやってみてください。それでは、また次のネタで会いましょう。では、さようなら。